今日は少し重心の違う手裏剣を使って遊んでみようと思います。使う手裏剣のご紹介です。まずは、根岸流風のもの、根岸流型、オフィシャルのものではありません。いただき物なんですけれども、非常によくできた手裏剣です。自分で巻物を巻きました。そして細型のもの、丸型、これは何度か、登場しています。そしてこの5本、これで今日は遊んでみようと思います。この重心を変えた手裏剣というのはやはりある一定の距離にすごく強いように感じます。特に今みたいに近間、2軒とかそれぐらいの距離でしたら手裏剣が倒れるタイミングが非常につかみやすいですので、厳密に言えば手裏剣自体に得意な距離っていうのがもしかしたらあるかもしれません。ただしこれぐらい2軒から3軒ぐらいの距離でしたら非常によく刺さると思います。手の操作で倒そうとしなくても手裏剣自身が自分で倒れてくれます。なので先を削っただけの手裏剣に比べて手の動きがシンプルになると感じます。前回刀を使って、私が手裏剣で遊んでみたことがありました。その時に感じたんですけれども、近い距離の場合先を削っただけの手裏剣ではどうしてもやはり手の操作を無意識に使ってしまうということです。ですので重心が少し変わった手裏剣、先に重心のある手裏剣であれば手の余分な操作というものはいりません。ちなみに今5種類持ってますけれども、それぞれやはり重心は違います。ですがそんなに大きくは変わらない。自分で作った手裏剣もあるんですけれども、巻物をしたりする過程で自分の好きなバランスポイントといいますか、自分の好きな重心に合わせてこういった巻物を作ります。少なくとも私はそうやって作ってます。他の巻物をする流派がどういうふうに作るか私はちょっと正確に学んでいないのでそこは分かりませんが、私が巻物を作るときは全てで重心を自分でこう測りながらというか指先でですけれども感じながら作るようにしてます。ですので一見形はバラバラ、大きさも違うものですけれども、実はほとんどの手裏剣の重心が合っています。自分で作るので多少の誤差はあっても持った時になんとなく分かります。なので私自身はこうやって巻物をして作ったものであれば大体は持った時にここが重心だなと、こういうふうに打てば刺さるだろうなというのはなんとなく分かります。
手の動きを使わない、要は手裏剣を倒すために手首の動き、小手先の動きを使わないことで手裏剣の方向性、コントロールが非常に良くなるというメリットがあります。つまり今5本の手裏剣を打ちましたけれども、大体同じところに集まっている。ちょっとこれだけ上から入ってしまいましたけれどもね、大体同じところに集まります。ある程度手裏剣が勝手に倒れてくれますので、オートマチックといいますか、それに任せて打てば非常によく刺さります。今みたいに少し変則なフォームで打っても同じような結果になります。今日は重心を変えた手裏剣で遊んでみました。すべてに巻物をする必要はないのかもしれませんが、巻物をすることで自分が持ちやすかったり、もしくは重心を自分の思うところにほんの少しですけれども調整することができますので、私はこの巻物を好んで使ってます。最初は実はこれ苦手でした。私自身の巻き方も下手だったし、どうやったらこれが上手に作れるんだろうとずっと考えてた時期がありました。で、いろいろな方とその時に知り合ってアドバイスを受けたりして、こういったものが作れるようになりました。割とね、そのようにして試行錯誤したのも今になってみると無駄じゃなかったなと感じます。このような形でこの作り方なんかもご紹介したいなと思うんですけれども、ちょっと今いろんなところとこれを出していいのかなとか、そんなところも相談しながら、いろいろと進めてみます。時期が来たらご紹介できればいいなと思ってます。ぜひ見ていただきたい、知ってもらいたいことありますので、なるべくご紹介できるように頑張ります。このような形でもし何か気になるようなことありましたら、またコメント欄などに書き込んでいただければ対応させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。